こんにちは、トミーです。今日は私が使っている時計とそれを使った夏服のコーデを紹介していきたいと思います。ミニマリストなのに時計してるのかよと言われそうですが、確かに時間を確認するという機能だけで見ると携帯があるので時計は不要になります。実際に腕時計をしない時期もあったのですが、結局するようになりました。というのも時計レスのライフスタイルにいくつか課題があったからです。例えば時刻をチェックしたついでに SNS を開いてしまい、あっという間に時間が経ってしまったなんていう経験はないでしょうか。こちらのデジタルミニマリストという本では、通知をオフにしていても視界に入るだけで集中力が奪われるとされています。 SNS、スマホの全てを否定するわけではないですが、スクリーンの中のことに気を取られすぎて、目の前にいる家族や友人、そして自分自身のための時間の質を下げてしまうのは問題だと思っています。なのでスマホと一定の距離を置くことが必要と考えています。2つ目の課題は、シンプルな服だけだとファッションが締まらないという点です。過去の動画でもご紹介しましたが、私はシンプルなアイテムで制服化しています。そうすると少し物足りない印象になってしまい、特に夏場なんかはもっさりとした印象になってしまいます。こういった課題を解決するため、つまり一つはデジタルデトックスのため、そしてもう一つはファッションアイテムとして腕時計をしているのです。そして今気に入って使っているのがノードグリーンの時計です。提供していただいたものですが、良い点悪い点忖度なくご紹介したいと思います。このノードグリーンの時計は、どのモデルもシンプルモダンの中にもディティールの造形にちょっとしたこだわりを感じたり、バランスが取れていて完成度が高い印象です。私が使っているのはこのネイティブというモデルです。一見シンプルな造形ですが、ベゼルとフェースのガラスがシームレスな曲面で構成されており、ガラスが凸形状の曲面なので、レンズ効果で角度によって光が溜まって見えたりと、光の反射が複雑でエレガントな雰囲気です。クラシカルで中性的な印象も気に入っています。またリエさんが使っているのはインフィニティというモデルです。こちらもシンプルなデザインなんですが、文字盤やケースがより丸みを帯びたデザインでフェミニンな印象です。文字盤の陰影が綺麗ですね。またラグと呼ばれる時計とストラップをつなぐ金具もないので、ブレスレット感覚でつけることができます。一般的にシンプルなデザインほどごまかしが効かないので、バランスよくまとめるのが難しく、デザイナーの力量によるところが全てなのですが、このノードグリーンの時計のデザイナーは B&O と多くのプロダクトを手掛けてきたヤコブ・ワグナー氏だそうで、この辺はさすがといった感想です。ノードグリーンの時計にはこちらのビーガンレザー、メッシュ、ナイロン、あと加えて本革レザーの計4種類用意されており、工具なしで簡単に付け替えられます。これによってコーディネートに幅を持たせることができます。それではこの時計を使って実際に私がよくやるコーデを紹介していきます。私は半袖シャツは持っておらず、夏でも長袖シャツを折ってきています。このシャツはリネン素材なのでカジュアルなアイテムですが、時計をすることでドレス要素が足され、バランスが保てているかなと思います。黒のナイロンパンツに白 T を合わせたシンプルコーデです。時計のバンドをビーガンレザーに変えています。こちらも時計があることでコーデが引き締まって見えます。T シャツの上からナイロンのカーディガンを羽織りました。光沢感がある素材でのセットアップのようなコーデです。またユニセックスなデザインなので男女で共有することができます。先ほど紹介した私が使っているネイティブをリエさんに貸して共有するということもやっています。
そして面白い取り組みとして社会貢献プログラムというものが用意されています。これは何かというと、時計を買った場合、その購入代金の一部を社会問題に寄付することができるという制度です。そして寄付の内容はこれら3つの中から選択するものになっています。安全な水の供給、これは健康ですね、と子どもの教育、3つ目が森林を守るというところです。私は教育を選ぼうかと思います。自分が時計を買うことによって持続可能な社会を作る手助けができるというのはいいなと思いました。以上、ノードグリーンの良い点をお伝えしてきましたが、逆に心配な点としては人と被る可能性です。新しいブランドなので今は大丈夫ですが、今後もっと有名になった時に人と被る可能性があるなと思いました。ただ時計の文字盤やケースの色、ベルトの素材や色の展開が多いので、こだわって選んでカスタマイズすればそこまで心配しなくても良いかなとも思います。公式のインスタのアカウントにはいろんな組み合わせの事例が出ていますが、色を変えるだけで印象がガラッと変わるので面白いです。はい、いかがだったでしょうか。物を必要以上に持たないミニマリスト、シンプリストである私が考える大人の身だしなみとしてあえて時計を所有するという考え方をご紹介しました。時計をすることでスマホと距離を取ることもできます。そして私の時計選びの基準はやはり気分が上がるデザインかどうかです。ぜひ他の誰でもない自分が気に入った大切にしたくなる時計を探してみてはいかがでしょうか。今日はここまで。終わり。